いうことですね。目標をずらせばいいということになりますので、これは、顔面、先ほど言ったように、顔面ついてきて、丈夫な人だったらこれで受けちゃうとかいうこと嫌ですよね。だからそれをずらせばいいんだと。これが一つですね。あるいは、置いといても攻撃が当たんないように横から、弱い方向から力を加えてスッと、当て身の軌跡を、このままいたら叩かれますので、このままパンとずらしてしまう。あるいは、それは言いながら半分かわすか。かわしと払いと両方一緒にやるのが小児憲法の受けですので、実の状態で相手が来てますから、それをかわして虚にしてしまう。で、かわしたときに、パッとかわしたときにどこを見てるかっていうと、この剣は見ちゃダメなんですね。ここの相手のとこを見てるんですね。そこについていくわけですから、どこが空いてるか。こういう攻撃が来たときは、怖いのは、こうやって剣先を見たら怖いんです。でもこれは、野球やったことありますかね？ないですか？最近の野球、ソフトボールなんで相手、ボール投げないですからね、こうやって取ってね。こういう感覚なんですね。グローブで取って、グローブ取りますね。ボールが来た。はい、取って投げる。こういうのと同じで、はい、取って投げたりですね。ただ投げるのを中段突きをつくだけですから、こういう感覚ですね。野球の感覚があると、それが分かるんですね。私中学は野球部ですからね。ちゃんと胸前に返せ、キャッチボールやると必ず胸前に返しなさいって、取ったら必ず投げます。その感覚で、ついてくるのをボールだと思って、取るような感じから触れてって、触れた時って顔の前です。触れた時は顔の前です。これを、手を反らしながら、自分は手の内側に顔を入れれば当たんないように。こうなってますので、受けの原理って全部そうなってます。必ず、触っていく。ね。こうやって、こう、顔の前に来ますからね。これを触っていきます。こうね。それで、かわす。ね。その後ろへ自分の体を入れるだけだという形になるんですね。これもないですね。先ほどやったこういうのも触れてってます。顔のまんまです。その時に左足体重かけながら体を開いていきます。そしてクロスカウンターが入るというのが先ほどやった形ですので、こういう必ずかわしていく、かわしながら相手がどこが空いてるのかということをきちっと見る訓練をすればいいと。で、その動作を何度も繰り返して、無意識に出るようにというだけのことなんですね。もちろん、フェイントもありますし、連続攻撃もあります。全部が全部相手を読み切れない場合もありますから、その場合は下がってしまうとか、間合いを切るというのが必要だと思います。ただ、常に人間相手ですから、熊や象を相手にするんじゃないですから、人間の動作はある程度の法則性があるんですね。前足に体重かけたら、これは蹴りやすいのは左足。かかってない足が上がりやすい。前で体重かけて蹴るのは、この足で踏み込んで蹴った場合が前で蹴ってくる。それ以外はほとんど左足が蹴ってくるんだと。あるいは後屈になった場合は前足が上がりやすいんですよと。で、これから蹴る場合は体重移動して左へ蹴ってくる。あるいはこういう状態から踏み込んでもう一回前足へ蹴ってくる。それが直線なのか曲線なのか。あるいは時間差攻撃という弾攻撃をかけている。そういうようなフェイントをかけてですね、そういうふうになっておりますから、そういう人間の当たり前の動作をこうすり込んできて、じゃあ自分はどのようにそれに対応するのかというのを考えていくと。で、それを型としてやるのが法形、うちの場合は型ですね。で、それを自在に身につけるようにする練習がどれだけできるのかっていうのが運用法、乱取り、俗に乱取りですね。自由攻防をやったりします。若干だから技そのものは非常に簡単ですよね。簡単になっております。例えば、こういうふうに回し蹴り蹴ってきます。実際こう、横3枚を蹴られてしまうんですね。バンね。で、こういうものに対して自分は、こうに受ける。こう蹴る場合ですね。これは、ここでインパクトを非常に狙ってきます。それを、後ろの足に軸乗ってますから、これを引きながら、こんだけ遠くに逃がしてしまう。そして、フォロースローになったとこを手で払いながら反撃を決めていくんだと。だから、こういう状態で体を、前でを少し切ってしまって、それで受けながら自分の蹴りを出していくという形。中段を蹴るんが苦手な人はそのまま金的蹴れば、女性でも蹴れますからね。
一番男性の弱いところですよね。パンパン。ね、楽ですよね。高蹴りが来ます。相手ね。パン。怖いですよね。これもらったら一発だなっていう時ね。ガラ空きですね。我々はこれを高蹴り来たら金敵を蹴ってくださいと来たと。このように教えております。だから、護身の技術には反則ありません。多分スポーツならばダメです、これ。金敵蹴り反則です。でも護身の技術には反則ないんです。そうすると、高蹴りが来た場合っていうのは、必ずそれに合わせて金敵を狙いなさいと。これはもうガラ空きになってしまう。どうしても蹴りが上へ上がった時は、一番蹴りやすい状態だと。で、鍛えてなくても当たれば効くっていうのが目と金敵ですから。これはもう間違いないですね。ただ私はちょうど本部入った時に、開祖は総同心と言いますけど、教えてくれたことは、喧嘩で強くなりたいのか？はい、なりたいですね。目打ちと金敵だけやっとけ。こういうふうに言われるんですね。目打ちと金敵蹴りを相手の強をついて入れる練習しとけと。これで十分だと言われましたね。まさにその通りですね。強をつくっていうんですかね。やるかって言った時に構えたりしたらダメだぞっていうことですね。すいませんって謝っとけ。それでもなんか手出したら目をやっといて、ね、こうやってすいませんって謝っといて、こう来るから、バンこう蹴ると、ね、これだけでもう済むと。ね。これは目と金敵はどんなに鍛えたって鍛えようがないよと。まあ中にはね、中国の気候の人は金敵中に入れちゃうっていう人がいますから。でも、瞬間的にこの速さで連続でやられた時に、最初から準備したら別ですけどね。そういうことはできるかってちょっと別問題ですので、そこらはね、こう非常に有効な目と金敵っていうのは、護身の技術であるということになりますので、こういうような、合法というのは非実虚撃っていうね、実を避けて虚を打つというところで成り立っているということを知っておいていただきたいと思います。